普通に登山や。いい荷物捨てたい。もうちょっと辛い。問題発生です。初めての熱海やわ。ちょっと昭和レトロ感感じるんやな。それもまたいい。夜の11時ぐらいがめっちゃ風強くなって風で体を押される感じでした。なんとか起きたわ。出発までもう1時間50分ぐらいしかなくて急いで朝ごはん食べようかな。まだ外は暗そう。つけて寝たし、ダウンパンツも履いて寝たから寒さは大丈夫でした。あんま時間ないから片付けれるもので早く片付けます。明日は雨降るから傘は持ってきてます。晴れたんはほんまに昨日だけやな。ちょっと明るくなり始めてる。早いなやっぱり。ってわかるですよ。今んとこまだそんなに雲わからんなくらいから山頂はかかってるんかな。月がめっちゃまだ月がそこに全然明るく見えてる。煽られてる。頑張れ。着いた。カフェインです、コーヒー。おいしい。たまる。気づいたけど、そこの土こんな赤かったんや。昨日気づかんかったな。7時には出なあかんからな。バスに乗らなあかんから。今6時半やからあと40分ぐらい時間。
今日は全然濡れてないからよかった。撤収完了しました。あと30分でバスが来るので、ぼちぼち向かっていこうかなと。カラス多いな。めっちゃ。実はこのバックパック新しいんですよ。どこが変わったかすっごい分かりづらいんですけどここのメーカーのバックパックがやっぱお気に入りやから。でもちょっとだけ柄が違うんですほんまに雄大な景色やわ。せっかくちゃんと起きれて三原山は曇ってるんですけど、行ってみますなんとか体回復してるわ。今んとこ元気。花粉で鼻は詰まってるけど、まあちょっと早く来すぎたな。あっという間に着いちゃった今リス歩いた。リス多分あれはリスやで。リスがここに入っていった。リスってあんまり見たことない。海洋高校のところやから学生も結構昨日多かった。ここが海洋高校。黒猫や。でかいな。ありがとうございます。学生はあれないな。まだ乗ってたから。1日2本しかないです。これに乗らないと帰れないかな。途中の三原山温泉でめっちゃ乗ってきてすごい混んでた。1090円。あそこ空港やな。大島空港やね。多分これ多分大島空港。本当やったらあそこに富士山が見えるらしいんですけど、今日はもう曇ってます。こ
の荷物やったらちょっと荷物預けたいんですよね。どっかないかな、預けれるとこ。ありがとう本当はジオパークの人が開けるんだけど来てないんだね、まだね。開けましたから。ありがとうございます。バスの運転手さんが開けてくれた。困ったな、荷物預けたいな。荷物がもう預けれそうにないので頑張って登ってみます。片道40分ぐらいらしいんで、行けるやろ。晴れてるしいけるいける。荷物がちょっと重いけどね。伊豆国立公園、大島三原山、東京都。高さ標高758メートル、35年から40年の周期で噴火する活火山です。でもこんな綺麗に見えてよかったな。多分もう雲で見えへんかなって思ってたから嬉しいわ。雲が出えへんからいいよな、島は。次のバスが12時40分なんですよ。なんかそれには乗りたいから。でも1986年に噴火って結構最近ですもんね。この三原山でキャンプする人みたいになってるやん。これ現在地遊歩道、表砂漠か。気になるな、どれぐらいかかるんやろ。逃走こっちやと遊歩道なんですよ。でこっちやと砂漠コース。どっちが楽しいんやろ。先に表砂漠行って帰り遊歩道で帰ってくるか。そうしよう。じゃあ行こうか。生えてる木が結構笹みたいなのが結構生えてますね。やっぱり低い木が多い。早速土が砂漠っぽくなってる。サラサラしてる。確かに砂漠。うわすごい。おーほんまや、すごい。砂漠地帯を歩いてます。うわ怖いなこれ。さーって雪崩みたいな、土の雪崩がさーっと起きそうな感じや。うわ、あれはきっと噴火で飛んできた岩やろな。うわ、岩がきっと噴火によって飛んできたやつなんやろな。なんか確かその三原山の砂漠は日本で唯一の砂漠って呼ばれてるらしいです。伊豆大島に来て気づいたんですけど、川がないような気がする。川がないから、てか水があんまりないんちゃうかな。だから水どうしてんねやろ。ちょっと調べてみよう。めっちゃ気になった。これもしかしてシェルターやな。もし噴火が起こったら緊急でここに逃げなあかん。歩き出して25分。なんやろここ。何これ。池。なんやこれ。池。
でも多分やけど、あそこで、あれ道なんよな。3日前ぐらいにここ大雨降ってるんですよ。だから、それで、こんなんなってしまったんかもな。まさかのここで行き止まりいや、すごい静か。今気づいた。自分の息がうるさすぎて。この世に自分しかいないみたい。うわ、溶岩やな。溶けたんやな。すごい。電波バッチリ立ってる。この山登れるかな、この大荷物で。死ぬで。あそこがシェルターあるところが頂上付近やと思うんですよ。どうしようか。ちょっとまあトライしてみよう。途中で無理やったら帰ろう。いやもう完全に遊歩道の方が楽やったやろな。いつもなんかしら険しい道選んでしまうわ。まあでも無理やったら引き返すんで無理はしない。人の足跡もあるからちゃんと来てる人多いし。いや上がったんやな、すごいなあれ。なんか岩が面白い。なんやろな、苔が生えてる岩がいっぱいあって面白い。いや、ここはほんまに石が降ってきたって感じやな、これ。上から。いけるかな。無理やったら引き返す。それがおまじないみたいになってる。前に進まへん。よし、無駄口叩かず頑張ります。目指せ山頂。言うほど言っとけばよかった。まだ後悔してる。亀より遅いからな。荷物一回捨てたい、ほんまに。出ないでもう少しゴールまで走り抜けて。荷物ぶち捨てや、もうほんま。あとちょっと。ようやく終わった。あれまだか、もうちょいやな。ようやくなだらかになった。もうちょっとちゃう、山頂。まあでもこの1時間ちょっとで言っとったけど、立山とか登られへんわ。もうちょっとゴール山頂見えてきた。やったー。来た。河口展望所。今来たのが表砂漠コースで、こっちが三原神社。すごい景色。1時間かかりました。大荷物や、本当は40分ぐらいで多分着くと思う。すごいな、雄大。
噴火で噴き出した溶岩のしぶきでできた塚やって。うわほんまや、穴開いてる。うわ怖っ。めっちゃ怖そう、これ。めっちゃ深そうやな。怖いな、これ。河口西展望所の方へ行こうと思います。こっちの方は、まあ、そこまでは見えへんけど、もうちょっと無理やなと思って、このお荷物では。足の楽さが全然違う。でも日本で唯一の砂漠を歩けたのはよかった。うわ、あれが河口やな多分。うわ、あれもだいぶ遠い。荷物捨てたい。あとちょっと。これ行き止まりなんや。の遊歩道をずーっと降りていきます。こっからやったらまた1時間ぐらいかかるんかな。来てよかった。今10時40分、11時。結構深い穴で恐ろしさを感じます。地球ってこうやってできてんねんなっていうのを考えさせられますね。意外と下り坂も大変やな。ちょっとガチ登山になってたわ、思ったより。日本とは思えないわ。椿が見えてきた。もうちょっと辛い。足痛い。今何時？今2時間15分歩いてる。この坂が難関やった。あとちょっと、もう無理。帰ってきた。あそこまでシェルターあるじゃないですか。あそこまで行ってたんですよ。すっごいようやるわ。よう歩くわ。結局ここまで2時間20分。さあ、レストハウスもいよいよ空いてるやん。預けれんかったからな。バス停到着。全然あと1時間20分ぐらいけえへんね。まあちょっとゆっくりしようかな。疲れたしな。下ですか？どこまでですか？いいですか？やった。ありがとうございます。失礼します。すみません、こんにちは。わあ、めっちゃ助かります。上の河口の方を見て、で遊歩道歩いて戻ってきたっていう感じです。これが重すぎてそうね2時間ぐらい歩きましたね。ご家族ですか？全然違う。違うんです。今日初めて会ったの。そうです。全国旅しながらみたいな感じですか？もう本当そんなキャンプしながら旅してる感じです。
そこ土砂崩れになったんですか？へえ。でその下の町が飲み込まれて30何人って亡くなっちゃって、海まで流れたの。そんなことがあったんや。ここがなんか土石流で町があったのに流されたらしいです。中腹から土がこうやって流れてきて、慰霊碑が。平成25年ってめっちゃ最近やな。台風26号の影響なんや。そうやったんや。この時はすごかったね。24時間で800人。うわー、なかなかない降水量や。すごい。ここ一帯に家があったそうです。いただいて一周はすごい。どうもありがとうございます。めっちゃ助かりました。ありがとうございます。送ってくれた。品川ナンバーや。元町港まで戻ってきました。町の方が送ってくれたおかげで1時間早く戻ってくれました。で、隣に座ってた人はご家族かなと思ったら、その方もなんか途中で拾ってぐるっと島を一周してもらってたそうです。いや、優しいおじいさんやったな。今この港にいてるんですけど、こう歩いてこの温泉の方に行きたいと思います。今ちょうどお昼時やから観光の人とか町の人がご飯食べてにぎわってるわ。一つ問題発生してるんですけど、今ちょっともう今考えられなくって、もうちょっと疲れててもうホテルでパタって寝たいぐらいなんですけど、じゃあ温泉行って一旦考えようかなと思ってます。昨日やったらここに大きな富士山が見えてました。富士は日本一の富士込み木部薬師。できます。レモンサワー飲みたー。いっぱいいっちゃうか。何この担々麺って。担々麺とよし。担々麺を担々麺って呼んでるだけって言ってました。でもなんかちょっとだいぶとろっとしてるけど美味しそう。名物でもなんでもないけど。うまっ。夜は伊豆大島の郷土料理食べたいな。せっかくやから。問題発生です。明日10時の船で帰る予定なんですけど、見てください、この風がもう
9メートル10メートルっていう状態が夕方の4時ぐらいまで続くので、おそらく欠航になりそうな気がするんですよ。で、今日宿を1泊取ってるんですけど、今日帰った方がいいのかなって。今の状態やったらまだ風速2メートル3メートルでまだ船が動いてるんですよ。で、明日やとおそらく止まってしまうんですよね。郷土料理全然食べれてないから食べたかったんですけど、店でちゃんと食べたかったっていう名残惜しさはあるんですけど、ホテルはキャンセル料を全額払わないとダメなんですけど、で帰るんやったらこれ大島発着のやつで、東京行きはもう満席なんですよ。帰れるのが3時50分の熱海行きなら、帰りは大島から熱海に帰ろうと思ってたので、もうこれが最終ですね。今日悩みどころ。行こう。今日そのまま泊まるか帰るかめちゃくちゃ悩んだんですけど、明日欠航になってしまうといろいろやらなあかんこともあるし困るので、もう今日帰る方向で行きたいと思います。とりあえず熱海までのチケットがまだ買えるか聞いて、買えたら帰ろうかなと思います。明日のこの大島から熱海行きのチケットも持ってるんですけど、スタッフの方に聞いたら、本来やったらキャンセル料がかかる可能性があったんですけど、欠航になる可能性が高いから無料でキャンセルできるという風にしてくれました。しかも今日帰る便を取ってくれたので帰れそうです残念やけどな。これやね、2時50分岡田港ってペイペイでありがとうございます。よいしょ。ペイペイスクラッチ外れ。チケットを変更してもらいます。タッチでいい？無事変更してもらった。お土産買うか。そう美味しかった。はい、終わり？ください。はい、ありがとうございます。はい、ちょうどですね。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいこれ。試食したらめっちゃ美味しかった今の。これ。なんか最後にお土産買えてよかったな。また来よう。16時55分
めての熱海やわ。ところがうわバス乗ってもう帰らなあかんのか。ちょっともったいないな。バスいっぱいおるやん。ここが自作やから。でもまたこれは今日はもう夕方やもん。熱海行き。熱海71系統熱海駅行きでございます。ご利用いただきましてありがとうございます。次は熱海港でございます。当社ではありがとうございます。わあめっちゃ賑やかやねんな、駅前とかも。もうなんかすごい観光地って感じ。いつか熱海に旅に来てみます。なるちょっと昭和レトロ感感じるんやな。それもまたいい。私新幹線取ってなくって、この熱海から三島に行って光に乗って新大阪に帰ってきます。で5番乗りの平日やのに土曜日みたいに人いっぱいおる。しかも聞こえてくる声が全部標準語なんですよね。なんか変な感じ。荷物が大きいから新幹線乗るにも荷物スペースが必要で、いつもだから今日はもう全然空きがなくって、普通席では奮発してグリーン車に取りました。ギリギリ過ぎたから全然なかったわ、空きが。18時 they already passed, thank you.